ダメだこのブレブレだわ。当然やっぱこういうものはもう返してあげる。はい、じゃあリリースしまはーい。お、いい感じの。45センチか。40万あるね。さあジュンスヒット。でもちょっと待って、ダブルヒットしてます。料理人に見えましたね。ねえ、釣り人じゃない。釣れてないから。ね、いろんなものを追加で。おはようございます。はい、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。お願いします。今日はプライベート調査出港ということですけど。そうですね。今日あわよくはですね、はい。魚が釣れたら料理が好きなのつくんの料理を撮影したいと思いますので、じゃあみんなで頑張って、ね、まずは食材確保そうですね、してもらって、食べるためには本当ね釣らなきゃいけませんけどね、まずははい食材を釣ってもらってみんなでねちょっと頑張って確保してその後美味しくいただきましょう。いや今日はなんかあったかいですね。今日はねすごく暖かい日、天候もねなぎでよかって、ちょうど湯気の予約がなかったんでね、いいタイミング、ちょうどこのチャンネルがスタートしてから半月かな、1月1日にスタートさせてもらって、でおかげさんで今125人登録いただいてます、ありがとうございます。でね、この2週間走ってきた、いろんな修正とかもね船の上で話しながら、あとは美味しい料理で夜盛り上がれたらいいかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。じゃあちょっとここでもうのつくんからこうチャンネル登録、高評価のお願いの告知をお願いします。ぜひYouTube のつくんこのチャンネルをですね登録してもらってベルマーク、あといいね、こちらの方も押していただけると非常に助かります。よろしくお願いいたします。では出港しましょうか。はい、じゃあ行ってまいりましょう。はい、ありがとうございます。はい。前の朝やったらそこやけん行けるね。塩出の灯台、赤い灯台越えて回ったとこなんで、別荘もそこにある。そこの港の周りっていうか最高やね。最高、ほんと最高でめちゃめちゃ綺麗で、今度回しながら行った時にめちゃめちゃ面白いリノベーションしとって、子供とか親子孫3世代で楽しめるような、それ面白いな。めちゃめちゃね考えられた。いや、それ早速近いうちにいつでもいいんで声かけてくれるね。よし、じゃあここからやってみましょう。おい、ちょっとに釣れるんよ。83からスタートです。本当今日は気持ちいいね。最高だ。やっぱもともと当然釣りが大好きというか。大好きですね。さあのつくん、はい。今日はプライベート出港ということでのつくんも竿を出してますけども、さあこれからどんな魚何センチ以上の何を釣るか宣言してください。そこまで聞きますか。やっぱりね今食べたいなと思ってるのは45センチマダイ。お、45センチ以上のマダイを。はい。今が何時かな。今日は何時まで船出せそうですか。2時ぐらい。そうですね。2時ぐらいまでかな。今10時半ぐらいなんで。じゃあその間に釣れるかどうか。はい。今でね絶対に釣らせてきましたが、はい。絶対に釣ってくださいね。頑張ります。楽しみにしてます。後ほどまた報告します。
野津くん今はい。さっき宣言のこれから45センチのはい。タイ釣ります宣言しましたしが、ましたねちょっと今釣れてないのでお願いしますよこれ。まだ当たりすらないですね。本編動画にもこうね魚が必要なので、そうですね、そうですね。まあ今からなんとかなると思います。はい、楽しみにしてます。いやーこれ今急に回し始めましたが今日のプライベート出航第1号この、当然やっぱこういうものはもう返してあげるというですね。はい。じゃあすいません、どんどん作るの外してちょっとこのリリースお願いします。またお腹のど真ん中にこれは多分ここにかかっとったけどこれ外れてこっちがかかったんですね。はい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 。これマダイ？マダイですね。マダイの子供ですね。マダイはここの尻尾の後ろが黒い縁が、これがマダイの。よくなんか似たのでチダイってあるじゃないですか。チダイっていうのは見分け方は？チダイはね、この尾っぽの先がピンク色とここのエラ蓋、ここが赤く。まあそこはチみたいな感じで、それでチダイと。はい。じゃあ大きくなって帰ってきてください。じゃあリリースします。はい、帰ってきてね。大丈夫か。大丈夫ね。大丈夫だ。からやってみましょう。水深88からスタート。じゃあ先ほどね、ちっちゃいながらも釣れましたんで、絶対に釣らせるということは達成したっていうことでね。今日もとりあえず坊主なしで。坊主なしで。さあ、あとは野津くんが45センチのタイをね、今日の食材を頑張って釣ります。釣りましょう。ちなみに釣る前にね、話すのもあれなんですが、45センチのタイが釣れたら何がおすすめですか？野津くんの得意な。やっぱ今はまずはお刺身がちょうど脂が乗ってるので、でアラとかアラ炊きにしてもいいですし、アラで今度出し取って鯛めしなんかも美味しいですね。そのね、食材がなければできませんからね。ちょっとね、食べることを先に言ってたら釣れないんで釣れてから考えます。ですよね。はい、頑張りましょう。今日の同行の周辺はまだ釣れておりません。2回あたりが出ましたね。これから今ね、潮が動き始めたので、今からがチャンスだと思いますね。僕も釣りながらちょっとね、撮影したいと思います。下、おー、上げてって言った時にいいなぁ。やっとちゃんとした魚を見れる可能性が。これはね、タイの可能性。タイ。野津くんの代わり45センチのタイ。この感触的に想像ではどれぐらいの大きさが38センチ。38センチ。45センチ。45センチ。まあそれでもね、今日の食材がないことには港戻ってお疲れ様でしたでね終わってしまうんで、そう。よし。結構いいじゃん。いい感じの45センチきた。40はあるね。すごいな。水面から出さずにスーッともうちょい巻いた方がいい。なんか吐き出した。よし。
やったー。あ、いったね。おめでとうございます。素晴らしい。お、でもなかなかのサイズで、これはあるかもしれない。小さめに言ったね。素晴らしい素晴らしい。あ、でもでかいね、いいね。これ45あるんじゃないかな。ねえ、微妙な。あ、でもすごいすごい。注文通り。周平が釣りました。本当はのつくんのはずですけど、まあまあでもそれでもタイは釣れました。素晴らしい。イエイ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 。ちょっとサイズを測りましょう。ちょっとね。45あればサイズクリア。ドキドキ。微妙。43。でもね、近いところで43のタイが釣れました。いいぐらいで。のつくんではなく周平が釣りました。さすが。タイは本当綺麗、本当ね、綺麗というか、これは本当に釣れたてのタイはね、本当綺麗。いや、愛媛県もすごいなと思うのは、このタイをね、県魚としてこうね、ちゃんとね、他の県で県魚タイって多分ね、あんまりね、聞かないですね。素晴らしい。綺麗ですね、この釣れたてのブルーが。ああ、めちゃめちゃ綺麗。すごい綺麗。一恵さんいただきます。ありがとう。これはのし君が調理することになります。どうぞ。はい、じゃあ今からこちら締めていきますね。元気なはい、釣りたて、釣れたてタイ。よし。こう元気に。美味しく食べるためには、はい、まずは脳締めからしていきます。ちょうどこのね、内側エラ豚のこの線から上に行ったここですね。ここで脳を締めます。神経締めをしていきます。一回ちょっと止めるけど。はい、じゃあね。実は今ので、ここに穴を開けて、今度は神経を締めていきます。明るいところにピクッと。色がちょっとね、白く、色が白く変わってきます。で、また戻ってきますよ。これで今神経が締まりました。あとはエラを切って今から血抜きしていきます。ですね。で、ここに血が出ます。すごいね。じゃあもうここでフリフリしてあげると血がこんな感じで今まだ今心臓がね動いてるから本当ポンプで出ていきますから、はい、これで美味しいピチピチのマダイが出来上がりましたんで、この後楽しみです、ちょっと一匹じゃ寂しいんで、ぜひね、そしてのつくんが釣るとこ、今日ね世界のプライベート出向なんで、のつくんが釣るとこを取りに来たのでお願いしますね。まずはゲストに釣ってもらって、そうだね、さすが次です。さすが名船頭自分は最後にね。よかったさあ、のつくんね、我々、松山市の北条港から出発して釣りに来てますけど、のつくんのベースもこの松山沖ということになりますけども、この松山沖の釣りの魅力ってどういうところですか？釣り場としてどういうところが魅力ですか？釣り場としてやっぱりね、これだけ山が多いですよね、この愛媛県ね、この山が海底にもいっぱいこう起伏があるような変化が表面上見ても分かんないんですけど、たくさんいろんなとこあるんですよね。なので時期によって潮の流れによっていろんな魚の種類だったり釣り方だったり楽しめるっていうのが一番の魅力なんじゃないかなと思いますね。いろんなね、のつくんも釣りが好きで始めたというところは、いろんなところで釣ったと思いますけれども、それで例えば南予
南予もねついで有名ですが、南予とはいこの松山沖、こうそれぞれの特徴ってなんかどういう感じなんですか？場所にもよるかもしれないですけど、うん私のイメージで言うと、うん潮流、潮の流れが、うん複雑でいろんな流れ方するのがこの松山沖かな。で、南予の方はどちらかといえば、素直な流れ方してて、まあ、それによって魚の種類とかはい変わってるようなイメージがありますね。じゃあやっぱりまあ野津くんも惚れ込んでここにね、はい、住んで船も出してというぐらいですから、最高な釣り場と、そうですね、最高な場所です。はい、ありがとうございます。今ね、おお話し中に当たりがあったんですけど切られちゃいました。本当や。でこれはサワラとかですか？サワラだと思います。へえ、これはもうどうしようもないです。本当だ。今晩の一品が見えてきました。サワラの歯でこれは切るんですか？歯で切られますね。今話しながら結構ちょっと上の方まで上げてきたんで、ただスパッといきました。残念。でもすごいですね。このね、なかなか切れないこの糸を切るんですからね。サワラってすごいな、ね。やられちゃいました。この話の途中でそんな。いや、そんなもんなんですよね。話してる時にやっぱ魚って食ってくるんでね。よし。でもね、いろんなものがいるとまさにね。そういうことです。はい。やられちゃった。いや、サワラが上がってたらこれ最高な、もうね。今回は釣らせる野津くんじゃなくて釣る野津くんに焦点を当てます。釣れるでしょうか？やばいな。野津くん素朴だけどね、これ上の船のこの丸いものはこれなんですよね。これがレーダー。レーダーで、周りの島とか周りを航行してる船なんかは一番左側のモニターで映し出してくれて、まあ霧が出て周りが全く見えなかったもその周りの島とか、船の動きとかが分かるようにしますね。じゃあ普段はそんなに使わないけど、まあ悪天候でそうですね、割とこれは重要になると。あと夜暗くなってからとか、まああとこうやってね、自分自身も竿を出してたりすると、やっぱ釣りに集中しちゃうんで、周り見えないけどレーダー見てたら何か近づいてきたとか、そういったのも事前に情報ができるので。じゃあちょっと一回上げましょう。手で出します。いやでもサワラ見たかったな。むずいで。サワラはなかなか。もういつ釣れてもいいようにこれは常時カメラをね。定点カメラまで。そうそう定点カメラで。あとはもうプレッシャーやな。野津くんが釣ったらもう閉まります。いや、釣れるはず。釣れてくれ心から叫びが、はい、さっきこの近くはタイ網船が引き寄ったとこなんで、ちょうど下がこうなんていうの、引きずられて餌が浮いとるかなと思ってちょっとこっち入ってみて、そういうことも考えながら。そうですね。いや、上げましょう。もう一回深場に戻ります。ダメだ、このブレブレなのは。やばいよ。全く当たらんか。やっぱ深場です。追い込まれてますね。釣らせたけど釣れてないのつくんです。当たりはあったんですけどね。紙幣が立派なタイ釣りましたけど、もう一匹あるとないとではちょっとね。全然違いますからね。ジュースを取ってくれてもいいですよ。でも
でもね、野津くんが宣言してもらいたいなってチャンネルのこうね性質上ちょっとねなぎ倒れの言葉通り、なぎ倒れ、これがまさに今なぎ倒れ状態です。はい、私一人なぎ倒れしてます。なぎ倒れ、多少ちょっと荒いみたいな方が割と釣れる可能性は、来た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 、よし、やっぱ喋りよく来ましたね。これはさあ、純粋ヒット。今日のご飯がさあさあ、何が上がってくるか。なぎ倒れの話をしてたらはい、船長だけなぎ倒れしてますお、結構いいね。それ慎重にいきましょうね。お、ここで乗っていってくれましたね。素晴らしい。さすが野津くん、場所の判断が良かったでしょ。その魚僕が釣る予定だったんですけどね。あ、いいねいいね。さあ、これジュンスも初釣りになるんかな。いや、こうだ、さっき10センチのあれはノーカウントだね。そう釣れない時あれでもちょっと待って、ダブルヒットしてます。マジでいいねいいねいいね。やっぱりね、私は釣るより釣らせる方が得意なのかもしれない。釣らせる男。ちょっと待ってね。じゃあこの後の準備をします。なんかドラグ音があちこちで聞こえるなと思ったらどういうこと？計算何メーターと42、13、それなりの大きさの貝じゃないかな。もう上げろ、ちょっと待ってよ。ゆっくりよ。ゆっくりよ。ゆっくりよ。さあ、上がってきました。おー、いいナイスタイです。やったー、はい、おめでとうございます。やったやったやったーこれなかなかの、これは立派なタイが釣れて結構重いなと思ったら、はい、やったー、年末に続き立派なタイをあげることができました。素晴らしい。この絶対に釣らせる男野津くんのおかげで素晴らしい。お、でも周平がいや周平がよし、すごいダブルでダブル、いいね。あ、タイが、お、立派なタイが見えてきました。よし、いいね。やっぱ野津くん最後に釣らせるな、立派なの。僕が釣るよ。いた、イエーイ、やったちょっとこれダブルで釣れたのが嬉しいな。やったー。よし、僕の仕事終わり。まあね、絶対に釣らせる男っていうのは間違いないから。そうです。マジか。今日は焼き酒だ。野津くんが釣れないので私釣りました。そして周平も釣りました。すごい、やったー、素晴らしい。めっちゃ綺麗なタイがやりました。2匹目、僕のもこれは立派でございます。素晴らしい。ナイスフィッシュでーす。大きいな。いいね。素晴らしすぎる。はい、じゃあこっち写真も撮ります。はい、チーズ。はい、チーズ。オッケーでーす。さすが釣らせた。僕持ってきて。そうだ、釣らせた男がここに絶対に釣らせる男。いや、両方ともいいね。立派な、本当素晴らしい。
この僕が釣った方がちょっと色黒じゃないですか。黒いですね。これはなんかどういう特性が違うんですか、これは。食べてるものの違いもあるし、おそらくだけどオスメスなんかなとは思いますね。確かにね、上の方がちょっと男らしい感じが。ちょっと、顔つきがね。よいしょ。で、50超えてますね。52センチですね。イエーイ、52センチ。素晴らしい。なぜ僕の針に食わなかった。こっちがピンピンばかりで48ぐらいか。狙い通りのサイズ。本当だ。予定外なのは私は釣れなかった。ああ、素晴らしい。僕の範囲は釣れてくれ釣れてくれ釣りたい。もうなんか先がね、魚に触っちゃってたんですよね。伝わってたんですよね。はい。でもいいんです。楽しい時間が過ごせたので。じゃあさっきね、釣りますって宣言したショート配信用にちょっと、まあね、釣れてるからお詫びじゃないけど、本人はちょっと達成できなかったコメントをお願いします。そうですね。いやー、今日はね、45センチマダイを目標に一日頑張りましたけど、結果、仕掛けを一つ切られて終了しました。ただね、お二人にはね、いいのを釣ってもらいましたんで、この後早速帰宅してから、調理もしていきたいと思います。みんなで美味しく食べましょう。はい、ありがとうございます。でも釣り人の気分を象徴してるのがこの感じね。釣ってこのあったかいね、ここでこう一番最高な気分これね。あったかいね、気持ちいい、気持ちいい。これは最高。釣れた男のまさに映画ここであります。美味しい日本酒をいただきましょう。立派なタイが釣れましたですね。もう地元の魚にはこれがいいなという、ぜひ、タイのはい、お刺身なんかでしたら、この純米の超辛口。映画みたいな風景が日常はね。すごいな。今年ぐらいがちょっとだるま夕日で、今日は少しね、料理人に見えましたね。ねえ、釣り人じゃなかったかもしれないですね。釣れてないから。でもね、いろんなものを追加で。乾杯。乾杯。いただきます。美味しい。じゃあ、お刺身からかな。でね、お刺身もこの同じ北条忽那醸造さんの刺身醤油。本当に北条尽くしですね、これね。今日の北条の最高の風景のもとをね、北条の地酒、醤油。ちなみにこの漬けも忽那さんの